皆さんごきげんよう、上川薫です。今回取り上げる話題は、新型コロナウイルスに対する安倍政権の対応が一歩二歩遅れているのは一体なぜなんだろうかというのを少し考察してみようと思います。対応が遅れている原因というのは様々あるわけですが、今回はその中においても意識の持ち方というところに少し焦点を絞ろうと思います。しかし、安倍総理がどう考えているかというのを直接インタビューすることはできません。ですから、安倍総理と会ってきましたよといった話を今回は足がかりにしようと思います。今回引用するのは安倍総理と会って話してきた田原総一郎さんという方の日記をもとにして、安倍総理が一体どのようにこの問題を考えていたのかというのを探っていきましょう。ただし、今回引用するのは日記です。ですから、その日記の中で安倍総理が語ったことというのが、本当に本人が喋ったかどうかというのは確認のしようがありません。ですから、今回の話というのはかなり考察実験的な動画だと思ってもらって構いません。しかし、日記に書かれているようなことを安倍総理が発言しているとしたら、少し事情について、ああ、そういうことかと納得できる部分があることも確かなのです。それでは安倍総理が田原総一郎氏と会って一体どのような話をしたのか見ていきましょう。それではどうぞ。田原総一郎さんのブログより、緊急事態宣言発令後に安倍首相に会って僕が確かめたこと。田原総一郎です。新型コロナウイルス問題が世界中を危機に陥れている。安倍首相はついに4月7日、7都府県に緊急事態宣言を出した。僕は10日に首相官邸を訪れ、安倍首相に会った。緊急事態宣言が非常に遅れた。なぜこんなに遅れたのか。財務省が強い反対をしていたというが、それほど反対したのかと僕は率直に聞いた。安倍首相はそうではないと言った。実はほとんどの閣僚が緊急事態宣言に反対していたという。その理由は日本の財政問題にあった。半年ばかり前までは日本の主なメディアはすべて日本の財政は先進国で最悪にある。長期債務は1100兆円以上、GDP 比 200%。このままでは日本の財政は数年で破綻すると強調していた。こうした財政の厳しさは当然閣僚も認識しており、コロナウイルス問題で数十兆円もの財政出動をするなんてとんでもないと考えていたのだ。しかしこれは平時の発想である。コロナウイルスが世界に拡大し、日本でもこれだけ多くの感染者が出ている今、もはや戦時なのだ。安倍首相はこうも言った。実は私自身、第三次世界大戦はおそらく核戦争になるであろうと考えていた。だが、このコロナウイルス拡大こそ、第三次世界大戦であると認識している。政治を戦時の発想に切り替えねばならない。その認識が固まったので、緊急事態宣言となったのだ。緊急事態宣言とともに、政府は緊急経済対策を発表した。事業規模は過去最大の108兆円。その内容は一定の要件を満たす減収世帯に30万円を給付。また、売上が半減した個人事業主やフリーランスに100万円、中小企業に200万円をそれぞれ最大給付するというものだ。僕は、なぜ国が直接給付すると決めなかったのかと安倍首相に問うた。実は戦後日本では地方自治体が主体性を持ち、国から直接給付となれば独裁になってしまう。だからできないのです。しかし、できる限り早く、少なくとも5月中には給付したいときっぱりと言った。給付は1回きりなのか、もしもコロナショックが長引いたらどうするのかという心配もある。確かめると安倍首相は、1回きりではありません。それは回数を重ねることは十分考えられると答えた。さらに欧米では緊急事態宣言のもと、政府の出した要請に反すれば罰則がある。罰金あるいは逮捕もあり得る。ところが日本では罰則規定がない。これでは少なからぬ国民が守らないのではないかと聞いた。安倍首相は、こういう時に罰則規定を設けないのが戦後日本の体制である。それをやると圧政ということになるという。戦前の日本は国に強い権限を持たせたことが戦争という大きな過ちを生んだ。だからこそ戦後日本は民主主義、地方分権とし、国の権力を抑える国として復活を果たした。それはもちろん良いことなのだが、こうした戦時の場合は舵取りが難しいであろう。僕は安倍首相に、ともかくこれは戦後最大の大問題。だから政治生命をかけて全力投入で頑張ってほしいと伝えた。平和な時は平時。戦争かもしくはそれに準ずるような危機の時を戦時と呼ぶならば、
平和の時と戦時というものは全く求められる能力というものが変わってきます。さて、平和な時というものは民主主義の基本というのは話し合うことです。みんなが話し合って、その中において意見がまとまらなければ、まずは多数決をして物事を決めていこうというのが平和な時の民主主義の姿です。しかし人数が多くなってくれば、みんなで話し合う場を作ることがなかなか難しいものです。ですから、集団にある程度を分けて、その集団の中から代表者を選び、その代表者が集まることによって、また再び話し合いを行い、その中において多数決を取るということを繰り返していきます。そうすることによって、より多くの人々の意見というものが、ある程度は反映された形で政治は行われていきます。ところが戦時においては、こうした話し合いの文化というのは一旦停止させるべきものです。いちいちみんなで話し合いましょうということを繰り返していては、常に決断や実行といったものが後回しになってしまい、全てが手遅れになる可能性があります。例えば中国の湖北省武漢において新型コロナウイルスによるアウトブレイクが発生しました。そして都市封鎖が行われましたといった時に、中国からの入国を素早く遮断しなければならないという主張が現れた時に、一体どのような話し合いが行われたでしょうか。例えば中国から来る人々を入国制限をかけるべきだという意見に対して、そのようなことをするのは差別的な行為だと非難する人や、もしくは感染症を理由として入国制限をかけるというのは法律的に前例がないといったような法律論を振りかざしたり、入国制限などを行えば、それは観光業にとって非常に大きなダメージになる。親中派の議員たちはこれを理由にして入国制限をかけることはあくまでも限定的にすべきだといったような反対運動などを起こしていました。これなどはまさに平時における平和的な話し合いのうちなわけですが、しかし事態は全く違うものでした。この場面において必要なのはまさに戦時の考え方です。危機が迫っている。だからこの危機を遮断しなければならないということが一番に求められていたわけです。そして田原総一郎氏の日記によれば、この時の安倍総理の危機意識の持ち方というのはあくまでも平時のものでした。ですから中国湖北省に対する入国制限というものをかけた後、中国においてはそれがアウトブレイクからさらに全国的な広がりを見せるようになりました。それによって湖北省以外の都市においても都市封鎖といったものが次々と行われるようになったのです。しかし日本政府の動きというものは一歩二歩も遅く、それらの都市封鎖した省などに対する入国制限というものはもっと後になることになります。その後の危機に対する意識というものがどんどんと尾を引くことになります。次の例は緊急事態宣言の元になっているコロナ特措法についてです。コロナ特措法を話し合っている時においては、その中身について改定することが可能でした。しかし、改定内容といったものはあくまでも新型コロナウイルスに対して使えるようにといった非常に微細な変更に過ぎませんでした。徹底してその中身について吟味して問題があればこれを直していこうといったような論議が重ねられたわけではありません。ですからこの法律についてはかなりの問題点が指摘されています。例えば日本全国に感染症が広がったら発動しようといったような、そういった誤った前提が付けられています。これは明らかに日本全国に感染が広がってからでは手遅れであることを示しており、コロナ特措法の一つの欠点の象徴とも言えるものです。またこの改定の時に休業保障の問題について論議はされていませんでした。ですから現在においても休業要請といったものはできるのですが、休業命令といったものはできません。同じように論議されていなかったので、休業保障について一体どうするのか、国として明確にその問題に対応するための法律にはなっていません。そのために地方自治体が独自にお金を出すといったかなり急しのぎな話になってしまっています。そしてヨーロッパにおいて感染爆発が起こった後、いよいよ東京においても感染経路不明という患者が増え始めました。それは明らかにこれまで行ってきた感染症対策では不十分であったことの表れです。明確に感染が拡大していることを示すこの感染経路不明な患者というものが増えていることにもかかわらず、実際に緊急事態宣言が出されたのはそれから1週間後のことでした。つまりこの1週間といったものについて言えば、全く危機意識が足りなかったとしか言いようがありません。そのことについて田原総一郎氏は日記の中において、安倍総理もそして内閣の多くの人々がこの問題に対しての危機意識というものをまだまだ平時の問題としか捉えていなかったというのです。
では戦時下の意識とは一体何なのでしょうか。それを一言で言い表すとすれば、負けてしまえば焼け野原になってしまいますよという非常に強い意識を持つことです。それこそ何年か先の心配を今するのではなく、今まさに生き延びることに全て全力をかけるということが非常に重要なことなのです。感染症を強力に抑え込むための策というものはすでに分かっています。それは人々の動きというものを止めることです。ウイルスそれ自体は自分で移動するわけではありません。誰かから移った人間が他の人に移すというのが基本的な形です。人が動くことがなるべく少なければ少ないほど、誰かと感染する可能性というものがどんどんと下がっていくことになります。ですから、人が動かないというのはある意味究極の防御方法なわけです。しかしこれには大きな弊害が伴います。それは人が動かないということはそれによって経済的なダメージというものがどんどんと膨らんでいくということです。もしもこのような時に平時の感覚であったら一体どうなってしまうでしょうか。今お金をいっぱい出すとそれによって何年か後にきっと困ってしまうな。だから今はまあ出せる範囲を限ってしまおうというそうした対応をしてしまう可能性があります。そのようなことをすれば一体何が起こるかといえば、経済的なダメージというものは企業であったり個人であったり、ありとあらゆるレベルにおいて国民生活を脅かすことになってしまいます。そして残念ながら、現在行われている日本政府の経済対策や感染症対策といったものが、まさにこの平時の対策ではないかというのが私の見方です。田原総一郎氏は日記の中で、安倍総理はこの緊急事態宣言を出した時に、平時から戦時へとその意識というものが変わったのだといったようなことを言っているわけですが、まだまだそのことが反映されているようには私には見えません。感染症対策として人々の動きというものをなるべく止めなければならない。そのことによって生じる経済的な打撃というものについてしっかりと保障を行わなければならない。この両輪をしっかりと回さなければ多くの国民が病で亡くなるのか、それとも経済的な問題で亡くなるのかといった非常に大きなダメージを負うことになります。どちらについてもしっかりと手を打たなければ両方で多くの不幸を生み出してしまいます。そしてここで必要なのが戦時下の意識ということです。例えば経済的な打撃について言えば、後先考えないといったような非常に苛烈な言葉ではありますが、しっかりと経済対策を行うということが大事です。確かに何年か後には非常にきついものになるでしょうが、それこそ50年国債といったような非常時に出すような国債を発行してでもお金を調達し、しっかりと経済対策を行うのが必要です。そうしたしっかりとした経済対策を行うことが結局は感染症対策といったものをしっかり実行できるということにつながっていき、そして感染症対策と経済対策というもののこの両輪が回ることによって全てがうまくいくようになるのです。このような戦時下の意識を持って今回の問題に安倍政権が対応できるのかといったところに非常に大きな注文がつくわけですが、感染症対策として多くの人々が家にいようというのは非常にわかりやすく、そしてしっかりと間違いのない戦略であることも確かです。ですから政府の打ち出してきた政策についてここが問題だといった指摘は別に外に出なくても家の中にいてもできる話です。ですから可能な限りにおいては家にいてこうした政府批判を行っていくのがまさに王道のスタイルとなるでしょう。ですが残念ながら平時の感覚で作られたコロナ特措法によって企業に対して保証を伴った休業命令といったものは出せません。ですから多くの人々がまだまだ出勤というものをしなければならないような状況です。このような人々は一体どうすればよいのでしょうか。アメリカの疾病対策センター CDC およびヨーロッパの疾病対策センター ECDC はこのような発表をしています。まず人々は距離を置きなさい。ソーシャルディスタンス。人々の接触というものを避けることが難しいのであれば、人々の間隔を空けなさい。そして2つ目は、マスクをして外出しなさい。マスクというものについて言えば、考え方は2つあります。まず第一は、医療従事者にとってのマスク。こちらのマスクは医療用マスクを前提として感染の予防です。ところが2つ目の考え方は、一般の人がこのマスクについてどう考えるべきか。これについては、感染予防ではなく感染させない用のためのマスクの着用です。ほんの1ヶ月前であれば一般の人々がマスクをするなどと不要であるというのが欧米の考え方でした。新型コロナウイルスに対する研究が進んでいくうちにこの考えは完全に広がりました。なぜならば無症状の人についても他の人に移してしまうということがほぼ確定しているからです。
新型コロナウイルスに感染してしまった。しかし、咳やくしゃみといった、もしくは発熱といった、いかにも病気になりましたよといった強い症状が出る前の段階から、もう他の人に移してしまう。これはまさに無自覚なスーパースプレッダーとなってしまうのです。ですから、より多くの人々がマスクをすることによって他の人に広げてしまう、その確率を下げるということを全員がすることによって感染拡大防止が図れるのです。ですから、この時着用するマスクというのは布マスクでも OK ですし、アメリカなどにおいてはマスクというものが普及していませんから、スカーフやバンダナといったものでも構わないとしています。ですから一般の人がするマスクというものについて考え方を我々も改めるべきでしょう。感染予防のためのマスクではなく、人にうつさないため、そのための集団防御としてのマスクというものが重要なのです。ですから、電車通勤をしなければならない人というのは、マスクをすることに加えて、例えばお話をしない、プラスアルファ、移動前と後の手洗いというものが大事です。なぜ移動の前後で手洗いをするかといえば、まず最初に手洗いをすることで、もしかしたら自分の手にウイルスがついているかもしれない。それを電車に持ち込まない。これはまさに人のための手洗いです。そして移動の終わった後、例えば職場に着いた時に真っ先に手洗いをして職場に持ち込まない。これは自分自身についての感染予防であると同時に、職場においても感染を他の人に移さないという効果があります。そしてこうした他の人に移さないという考え方をもってして手洗いをするであったりマスクをするといった行為をみんながすることによって結局は自分自身も感染予防が行えるのです。これはより多くの人々が参加すればするほど他の人に移す可能性も少ないですし、同じように他の人から移される可能性というものも下がるのです。こうした一つ一つの積み重ねによって欧米の人が首をかしげるようなほどに感染の拡大防止といったものを図っていきましょう。今回の動画は田原総一郎氏による日記というものを足がかりにしたわけで考察動画に過ぎません。ですが皆さんはこの話題についてどのようなことを考えたでしょうか。ぜひともコメントをしていってください。それと最後にほんのちょっとだけ余談をしましょう。私は今背景を合成しています。実際にこの背景にあるような部屋にいるわけではありません。あくまでもこれは画像を後ろで合成したものです。しかしこの合成ソフトのバグというものがちょっとあるようでして、これから少しその実例をお見せしましょう。例えば私がこの背景の部分で手を振ったとします。よくご覧ください。この手が増えていませんか？これがまさにバグなわけですが、ちょっとこのバグの原因というものが今わかりません。ですから今後の動画においても最初の部分で皆さんごきげんようといったこの手の後ろにまた指が増えているであったり、もしくはまたねという最後の時にもやっぱり手が増えているといったことがあっても、まあちょっとバグが発生しているんだなというところをご理解ください。それでは動画を最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録していない方はぜひともチャンネル登録していってください。そして次の動画でまたお目にかかりましょう。またね。